皆さんこんばんは。ワイワイニュース山崎です。今日は2019年の7月の19日、金曜日ですね。時間が日本時間の夜の9時28分ということで、約1時間ぐらい遅れました。まあ、昨日、おとといは、昨日ですか、この間10時頃スタートというのが続いてましたんで、若干ですね、早めにスタートできるということですね。今日のワイワイニュースライブのメインテーマですけど、このコメント欄にアップしましたように、日銀は明日にも国債をすべて買えると主張するケルトン教授の MMT 現代金融理論は、借金は有限の実物価値を担保にしたものという基本概念を完全に無視したですね、とんでも理論だというのが今日のメインテーマです。この MMT に関してはかつて一度取り上げたことあるんですけど、ちょうどケルトン教授、ニューヨーク州立大学の教授らしいんですけど、彼女が来日して朝日新聞のインタビュー、単独インタビューに答えたという記事が載ってましたんで、再度この MMT という理論がですね、一見、新しい理論のように見えますけど、いわゆる基本概念としての、借金というのは一体何なのかと、信用創造とは一体何なのかという基本的な概念を完全に無視したんですよね。とんでも経済理論だというのが私の意見です。ということで今日の放送を始めたいということで、昨日のですね、放送のメインテーマ、2008年9月15日のリーマンブラザーズ倒産をきっかけにした世界金融恐慌以降、なぜ日本だけがデフレ不況にずっとなっているのかと。これは単なる偶然ではないですよと、意図的にされてるんですよというのがテーマなんですけど、これを YouTube 向けに表紙を作っていただきました。こういう表紙です。なぜ日本だけ経済成長せずにデフレが続いているのかということものですね。で、昨日の放送の現時点での視聴者数がツイキャスで335名、YouTube で280名で615名ですね。ということです。で、今日のワイワイニュースライブの通算で2818回になりますね。ツイキャステレビのメディアを使って、一元放送ということで、音声も映像も今のところ問題なく配信されているということですね。子猫ブルーアイ平和さん、こんばんは、配信ありがとうございます。コンティニューコイン、こんばんは、配信ありがとうございます。から彩色ヒーローさん、こんばんは、よろしくお願いします。石森さん、ワイワイニュースライブ配信スタートしましたと。石森さん、コンティニューコイン配信ありがとうございます。土山純一さん、お茶爆店配信ありがとうございます。と、コンティニューコインが2枚ですね。そして今日の放送の前に、砂月さん、クレーマー政党の芝生通りにさせないために投票を、民主主義を支える日本柱と大谷昭宏さん。クレーマー政党って何のこと言ってるんですかね。いまいちちょっと分かんないですけど。から一人の声が世界を変えた福井県弁護士会、チャウスク政権の崩壊ですね。ルーマニアから砂月さん、ロシアゲート2.0と変わりつつあるブラジルゲート、マスコミに載らない海外記事ということで、これはブラジルがなぜ経済成長しないのかということと関連するかもしれないですね。ということで、からコンティニューコインですね。
これ勝利博さんか、コンティニューコインですね。ということで、今日の画像ですね。これは日刊現代に載ってた、今回の参議院選挙の最重要17選挙区と。これで、自公候補を落として野党候補を当選させようというこの17の選挙区の一覧表ですね。で、一人区は青森、山形、秋田、岩手、宮城、福島、三重、滋賀、佐賀、大分と。それから与野党が接戦しているところ、北海道3、千葉3、東京6、神奈川4、大阪4、兵庫3、広島2というところですね。これが17の激戦区ということです。から京都アニメーション、これひどいですね。結局33名の命が失われた、殺されたということなんですね。で、この犯人容疑者、こいつなんですね。名前が放火容疑者、青葉隆容疑者41と。自分でもかなりやけどを負ってですね、こういうふうに現場近くで倒れてたという、とんでもない人間ですね、これ。危篤状態って言ってますね。で、33名の死者とともに、まだ危篤の状態の人が何人かいるんで、死者は増えるかもしれないですね。普通だったら考えないほどの、これはもう自爆テロですね。テロですね、これね。パリの出版社、シャーリー・エブドという風刺漫画の専門の出版社の編集会議中に、いわゆる IS イスラム国の狂信者がですね、銃撃して12名が殺されたというのと似てますよね。これの 3倍ぐらいの、いわゆる別に宗教的にですね、イスラムのムハンマドを侮辱したという風刺漫画をシャーリー・エブドが発行したからということで IS のテロリストが襲撃したんですけど、この京都アニメーションというのは別にそういう政治性もないし宗教性もないし、ただただ優秀なアニメーションを制作している現場なんですよね。それに何を土地狂ったか、自分の小説をパクられたと、殺してやるというふうに叫んで、ガソリンをまいて、全焼させたというとんでもないことが起こるんですね。で、このように普通では考えられないような極端な現象がはどっから来るのかって言ったら、まさにこの7年以上にわたって日本の政治社会、行政、司法、外交すべてを一元的に支配してきたとんでもない、通常のレベルを超えたですね、とんでもない規模で、悪性を積み重ねている安倍晋三以下の自公ファシスト政権、これが日本社会をこれほどまでに異常なテロ行為を生み出す要因になっているということですね。子猫ブルーアイさん平和北海道安倍晋三の選挙演説やじを言っただけで市民を拘束と、ついに始まった市民弾圧ということですね。だからこの市民弾圧の前に、もう2年前から組合弾圧、戦う組合弾圧をしてるんですね。関西生コンという
一番日本で先頭的な組合を徹底的に弾圧して、もう二十数名、の組合幹部組合員が繰り返し逮捕され、そして起訴され長期拘留されているというのが関西で起こってるんですけど、それがもう市民レベルまで来ちゃったということですよね。から3番目が今日のメインテーマで、新金融理論を提唱している一人のニューヨーク州立大学のステファニー・ケルトン教授が来日したということで、この金髪の女性なんですね。彼女がとんでも理論の伝道者になっているということですね。インタビューに答える MMT 理論新金融論提唱者の一人、ニューヨーク市立大学ステファニー・ケルトン教授と、今日のメインテーマで徹底的にとんでも理論だということで批判しますけどね。ということです。お茶箱10ですね。子猫ブルーアイ&平和さん。今までのところをアップしますね。昨日のメインテーマの YouTube 向け表紙。マイナス16。なぜ日本だけがこれほどひどいデフレ不況に陥ってんのかと。これは偶然じゃないですよと。これは、経済の自然循環ではないですよと。意図的に日本だけがこのようにされてんですよと。その目的はいわゆるデフレ不況を長期にわたって、日本をデフレ不況にすれば国民が貧しくなると、国民の不満は積もり積もるということで、ちょうど民主党政権2009年から3年間続いたその時に合わせたんですね。それで、民主党政権に対する国民の不満をぶつけて、次のいわゆる安倍晋三ファシストをの自民党自公政権に、奪還させると、政権を奪還させると。そして安倍晋三と日銀の黒田にアベノミクスというとんでもない、国民資産の略奪を実行させるための仕掛けなんですよね、これね。非常によく考えられた仕掛けなんですね。最初期ヒーローさん、山崎さん、愚問で申し訳ありませんと、安倍晋三はなぜ景気を良くして国民を儲けさせないのでしょうかと。言い方は悪いですが、国民を儲けさせれば好き勝手やってもここまで、反発されなかったのかもしれないと思うんですが、だから国民が豊かになる、国民のいわゆる憲法第25条の、健康で、清潔で、文化的な最低限の生活を政府は保障するという憲法第25条のいわゆる、生存権の保障というのを歴代自民党政権は一人もですねこれを守ってないんですよね。だからもともといわゆる支配階級っていうのは国民を儲けさせて豊かにするという発想はないんですよ。国民をどんどん働かせて、そして、国民の納める税金とか保険料をどんどん高くして、
国民から国民資産を収奪すると。そして、国民資産のもう一方の信用創造である貨幣を日銀にどんどん発行させて、それを税金と、それから中央銀行の信用創造である貨幣をですね、実体経済、国民を豊かにする実体経済ではなくて、彼らロシアの国際金融マフィアが実質的に支配する金融経済、あるいはマフィア経済、ブラック経済ですね、ブラック、いわゆる暴力団の闇金融ですね、闇経済、そして、今間ずっとこの本読んでますけど、これで、石井幸喜さんが訴えてた完成資本主義と完成経済、この方にほとんどの国民資産を持っていくというのが彼らの本来の目的なんですね。だから菜食ヒーローさんの素朴な疑問なんですけど、なぜ、支配階級は国民を儲けさせ豊かにさせないのかと。その方がよっぽど人気が高くて政権を長く維持できんじゃないですかという質問だと思うんですけど、そうじゃないんですよね。彼らは国民が一生懸命働いて生み出す実体経済の儲け分をですね、略奪するわけですよ。そして自分たちの懐に入れるということですので、決して国民に儲けさせないと、国民を豊かにさせないというのが彼らの正体なんですよね。だからその元締めである世界レベルで、支配と搾取と国民、域ですね、を各国の自分たちの代理人工作員を使って、世界レベルで日々実行しているロシアの国際金融マフィアと、その手先である各国の支配階級、日本では傀儡政党、自民党、それからカルト宗教、公明党創価学会、それに連なる、いわゆる天皇教の原理主義者たち、日本会議とか神社本庁とか、あるいは靖国神社とか護国神社とかですね、財徳会とか、それと経団連、大企業、メガバンク、そして、そのおこぼれをもらって生き延びてる御用学者とか御用新聞とか御用野党政治家たち、等々ですね、それをもう完全にひっくり返さないと僕らは殺されるよという状況にまで、来てるということなんですね。というのが私の答えですね。昨日の視聴者数ですね。やはり金融の話をすると、でも景気の話ですからね、一人一人に直接関わることですよね。だからこの昨日のメインテーマで私が言いたかったのは、この朝日新聞なんかの記事に出てくるですね、いわゆるロストジェネレーションというこの、リーマンショック以降の意図的な日本のデフレ不況の中で犠牲になったちょうど大学を卒業した時点で正規社員の採用を大企業が極端に狭めたということで、正規雇用をされないで、不安定な非正規雇用のまま現在30代後半から40代後半になった人たち、ロストジェネレーションの人たちにぜひ言いたいのは、自己責任でこうなったんじゃないのと。もう大掛かりな世界規模の、支配階級による謀略なんですよね。ですから決して自分の責任だから諦めるとか、自分の責任だからしょうがないというんではなくて、
この支配と搾取と国民意気の基本構造をまず理解して、最終的に僕らが打倒すべき相手は一体誰なのかというのを明確にですね理解してもらいたいなと、戦いの戦列に入ってもらいたいなというのが私のロストジェネレーションに対するまあ訴えかけですよね。だから大手マスコミがロストジェネレーションの人たちをインタビューして記事にする場合は結局現在の彼らがこのように悲惨な状態で未来希望も何もない生活を送っているという報告でしかないんですよね。だからそれは原爆落とされてこれほど悲惨な戦争体験をした被爆者たちの悲惨な状況を伝えるだけで、それじゃ一体、なぜこのようなことが起きたのかと、昭和天皇の戦争責任とか、あるいはトルーマンとかチャーチルとかルーズベルトの日本をターゲットにして原爆を落として、原爆実験をするとしたという歴史的な真実事実を一切書かないんですよね。ああ、そうなんだ。失礼しました。最初、肥料さん、まさに私はロストジェネレーションですと。回答ありがとうございます。そうなんですよ。だから、いわゆる今の日本ばかりでなくてですね、世界各国のいわゆる一般市民がどのように支配され、どのように搾取され、どのように国民遺棄されているかという支配と搾取の基本構造をまず、理解してもらいたいなというのがこの放送の最大のテーマなんですね。ということで共にロストジェネレーションの人たち共に戦いましょうと。決して自己責任じゃないよと、意図的にやられたんですということなんですね。だからその国の経済の景気、あるいは不景気、あるいはバブルの発生とかバブルの崩壊っていうのは自然現象の方にのように言われて、ますけど全然違うんですよね。これはもう中央銀行ですよ。中央銀行と政府、そして、メガバンク、民間銀行、これが三位一体でそのように仕掛けると。その司令塔はどこかというとBIS でしょうね。国際決済銀行バーゼルにある巨大ななんかビルディングのおそらく地下あたりにですね、ロシアと国際金融マフィアの総司令部があるんじゃないですかね。行ってみたいですけどね。何でしたっけということで今日の画像ですね。子猫ブルーアイさん、平和さん、安倍政権のグミ政策まとめっていうのが出てるんですか。ブログですね。今日の画像ですね。こっちじゃない、こっちだ。今日の画像3枚。だこのあれですよね。京都アニメーションを襲った放火容疑者青葉真司っていうのが41歳ですから、年齢的にはロストジェネレーションですよね。だから攻撃する相手が全然違うよと、全く間違ってるんですよね。ということですね。
で今日の一言ですね。これは新しくですね、今日の一言で、前日のメインテーマの中から、取り上げたい、今日の一言があれば取り上げようということで、昨日のメインテーマですね。なぜ日本だけがデフレ不況が続いているのかということなんですね。で、私の言葉ですけど、2008年9月のリーマンショック以降、今まで20年間も日本だけがデフレ不況が続いているのは偶然ではないと。ロシアと国際金融マフィアに意図的に仕組まれてんだということだね。から2番目、ロシアと国際金融マフィアが支配する BIS 国際決済銀行を使って、先進5カ国ですね、6カ国って昨日間違ったんですけど、5カ国、日本、米国、英国、ドイツ、フランスがリーマンショックで生じた GDP ギャップ回復策のうち、日本銀行だけにですね、金融緩和政策をさせなかったと。これなんですね。で、昨日取り上げましたこの図ですね。これ先進5カ国で、ここがリーマンショック後の金融危機によって各国の GDP が失われたということで、アメリカが 10%、日本が8% かな、等々でみんなマイナスになったんですね。それでこれがそういうギャップなんですね。で、真ん中がそれに対して各国政府が財政出動したという結果、例えばアメリカの 10% の GDP ギャップがこれは何パー、4.5% まで、縮まってと、ドイツも縮まってフランスも縮まって、日本は8% が 6% になっている、2% 縮んでいると。これは各国の政府の財政出動があったからですね。で、こっち3つ目のところ、これが特徴なんですけど、これは各国の中央銀行が金融緩和をした結果、この GDP ギャップがどれほど縮まったかっていうことなんですけど、これ、アメリカとイギリスはマイナスがプラスになっちゃったんですね。イギリスはすごいですよね。プラス6ぐらいになっちゃった。さすがロシアで、ドイツもかなり縮まって、2% になったと。フランスももっと縮まって、0.8% ぐらいですか。問題はですね、日本なんですよ。日本はこの財政出動でギャップが縮まった 6% から全然変わってないんですね。これは一体何なの？全然変わってないでしょ。この 6%。6% だと 6%。ということは、日銀は金融緩和を一切しなかったということですね。日銀がしなかったんじゃなくて、日銀を支配しているロシアの国際金融マフィア、その手先である BIS がさせなかったということですよ。白川総裁に。で、これは偶然じゃなくて意図的ですよと。この図見れば非常に分かりやすいんですよね。で、3番目。その目的は日本の不況を長引かせて日本国民の不満を当時の民主党政権潰しに利用すると。そしてその次に安倍晋三自公政権を誕生させると。そしてアベノミクス、もうその段階でアベノミクス日本で実行するっていうのは彼らは周到に準備してるんですよね。アベノミクスを実行させるということが目的だったんですよということですね。で、アベノミクスとは一体何なのかと。これはロシアと国際金融マフィアが彼らの代理人である安倍晋三首相と、それから黒田日銀総裁、そしてメガバンクを使って日本国民の国民資産を税金350兆、
円紙幣350兆円、計700兆円の日本国民の資産を合法的に略奪して実体経済に投入せず、そのほとんどを彼らが支配する金融経済、マフィア経済、官製経済に投下させたという一大謀略なんだということなんですね。アフターマッチさん、今日のメインテーマですね。日銀は明日にも国債をすべて変えると主張するケルトン教授の MMT 理論は実物価値を担保にしたものという基本概念を完全に無視したとんでも理論だという今日のメインテーマですね。ということです。今日の一言。20年続く日本の不況、デフレ不況は仕組まれてんだということですよ。でこのことを昨日はこのグラフを使って説明したんですよね。でその目的は何かと。これは当時の民主党政権を潰して次に安倍自公政権を復活させると、そして彼らにアベノミクスを実行させるという目的が明快にあったんですね。でアベノミクスとは何かということで、これはロシアで国際金マフィアが彼らが支配している BIS 国際決済銀行を使ってですね、彼らの代理人工作員である安倍晋三から黒田日銀総裁にですね、日本の国民資産700兆円税金とから日銀の発行する円紙幣350兆ずつで計700兆円を合法的に略奪すると。そして、彼らが支配する経済、マフィア経済に、ほとんど投入するという一大謀略であるということなんですね。アベノミクスとはそういうことだということですね。だから実体経済はほとんど成長しないと。だから逆に700兆円をこの6年間実体経済の方に投入すれば